んにちは、インドカレー主婦です。もうすぐインドではヒンドゥー教のお正月、ディワリなので、日本で簡単に揃えられる材料で作れるインドのスイーツ、カジューバルフィーを作ろうと思います。カジューはカシューナッツのことで、材料のほとんどがカシューナッツでできているので、濃厚でとっても美味しいんです。ちなみに夏場は凍らせてアイスのように食べても美味しいですよ。準備するアイテムもシンプルで、カシューナッツパウダー、グラニュー糖、ギー、もしくは無塩バター、カルダモンパウダー、そして水だけで作れます。今回は無塩のカシューナッツ 120g をグラインダーでひいて、ふるいにかけ、細かい粉末で 100g くらいになるようにします。このようにふるいにかけ、できるだけ細かい粉末だけにします。このひと手間が滑らかなバルフィになるコツです。もちろん最初からカシューナッツパウダーをご用意されても大丈夫です。グリーンカルダモンホールをお持ちの方は、わざわざカルダモンパウダーを準備しなくても、カルダモンホールの皮を剥いで中の実の部分だけグラインダーにかけておいてくださいね。量はホール3つほどで十分です。では早速、お鍋を準備して作っていきましょう。まずはお鍋にグラニュー糖 50g、水 50cc を加えてコンロの火をつけます。焦げないよう、やや弱火でグラニュー糖を溶かしていきますよ。分量の割合ですが、カシューナッツパウダーの量の半量のグラニュー糖と水と覚えると簡単かと思います。かき混ぜながら温めていくと、グラニュー糖が溶け、水飴のように少しねっとりしてきます。そうしたら、ギー大さじ1とカルダモンパウダー少々を加え、ギーを完全に溶かします。グツグツとして、もう水っぽくないのが目で見てわかりますよね。そうしたらここで、カシューナッツパウダー 100g を加えます。弱火にかけたまま、よく混ぜるようにして木べらでこねます。少し重たい手応えですが頑張って混ぜますよ。混ぜていてカシューナッツパウダーがパサパサしてくるようでしたら、少しだけお水を足します。10cc 入れるか、入れないかくらいのほんの少しだけです。そして3、4分根気よく混ぜ続けると、ギーの油分なのか、カシューナッツの油分なのか、混ぜた生地から油分が出てきます。同時に生地がひとまとまりにまとまってきます。この油分のサインが出たら、火を止めていいよという合図です。さらに生地を少しスプーンで取って手で丸めてチェックします。きれいにボールが作れるくらいの硬さになれば完璧です。さあ、最後の仕上げです。長めにカットしたクッキングシートを引いて、その上にバルフィーの生地を乗せます。まだ熱々なのですが、やけどしないようにクッキングシートと生地を折りたたむようにしてこねていきます。この工程は、なんだか職人になったような気分で楽しいんです。2、3分このようにこね続けると、最初に比べると生地も硬くなってきます。そうしたら生地の形を整えて、クッキングシートをかぶせて平らなもので優しくプレスし、全体を均一な厚みに整えます。よくインドで売られているカジューカトリはもう少し薄めですが、厚みはお好みで良いと思います。今回は 1.5 センチほどの厚みにしています。さらに現地ではこの上に銀箔を乗せるのですが、私はちょっと可愛らしく残っているカシューナッツを半分に割って乗せてデコレーションします。今回は用意できなかったのですが、ピスタチオのグリーン色を乗せるのも見た目が可愛くておすすめです。あとはこのまま1時間ほど冷まして乾かしたらカットします。爽やかなカルダモンの風味とほどほどに甘く優しくて濃厚なカシューナッツ味。そしてしっとりホクッとほろっと。この何とも言えない食感が美味しいんですよね。これでカシューナッツを存分に使ったインドの手作りスイーツカジューバルフィーは完成です。揃える材料もシンプルで作る工程もそんなに難しくないので、よかったらお家でインドスイーツ作り楽しんでみてくださいね。2024年のディワリは10月31日。インド人夫にとっても1年で最も大切な行事なので、インドの家族とは離れていますが、我が家でもキャンドルとともにこのスイーツもお供えしようと思います。では、今回も最後までご視聴くださり、ありがとうございました。もし動画が良いなと思ってくださいましたら、
高評価、チャンネル登録してくださると動画作りの励みになります。コメントもお気軽にお待ちしております。では、また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ。